クイズです。この式名を何と読むでしょうか？この色はオリーブ色という式名が日本に浸透するまで広くこの類の色を表すのに使われていました。正解は20秒後。ぜひ最後まで楽しんでいってください。皆さんこんにちは。シェイズオブニッポンです。このチャンネルでは日本の伝統食を一食ずつ取り上げ、ゆっくり丁寧にご紹介しています。今回は日本の伝統食の中でも特に奥深く、その名に自然の息吹が感じられる色、ミル色の世界へご案内します。今回は緑系の色ということで、僕ずんだもんがお届けします。この色は一体どんな色で、なぜミルという名前が付けられたのでしょうか？その背景には驚くほど豊かな日本の文化と歴史が隠されています。ミル色の魅力を余すところなくお伝えしますので、ぜひ最後までお付き合いください。ミル色、JISの慣用式名では暗い灰身の黄緑、他にも茶味を帯びた深い黄緑色など資料によって様々な表現があります。一言で言えばオリーブグリーンに最も似た色と表現されることが多いでしょう。ミルと呼ばれる海藻にちなんだ色であり、湯通し前の昆布やわかめのような少し渋みのある深い緑色をイメージするとより分かりやすいかもしれません。ミル色の名の由来となったミルは海の浅瀬の岩に生える緑藻類の一種で、日本では北海道から南西諸島まで広く分布しています。その見た目は非常に特徴的で、昆布のような帯状ではなく、まるで松葉のように規則正しく2つに枝分かれし、全体的に丸い形状をしています。末広がりの松の葉に似た形状をしていることから、海の松と書いてミルの漢字が当てられたと言われています。このミルは私たちの生活や文化に古くから深く関わってきました。現代ではあまり一般的ではありませんが、古代の日本では日常的に食用として親しまれていました。酢の物や和え物などで食すほか、乾燥、塩蔵して保存食とされました。さらに虫下しの薬としても用いられていたという記録も残っています。ミルは古くは朝廷への献納品として供され、租税としても納められていたほど重要な産物でした。現在でも神道において神様にお供えする食事である神仙として使用されています。ちなみに毎年11月に宮中で行われる新嘗祭には神奈川県小坪産のミルが献上されるそうです。ミルという海藻は知らなくてもミル貝という名の貝を知っている方は多いのではないでしょうか。ミル貝は正式にはミルクイといい、貝から伸びる長い水管に海藻のミルが付着している様子がまるでミルを食べているように見えることからその名が付けられました。余談ですが、実際にはミル貝はミル以外の海藻をつけていることの方が多いそうです。海の松と呼ばれ、末広がりの縁起物として尊ばれたミルは日本の古典文様の一つ、ミル紋として平安時代に文様化され、貴族の装束に用いられました。その後、布地に加え蒔絵や陶磁器などさまざまな工芸品にも広く使用されるようになりました。目を中心にして円を描くように広がる文様はミル丸と呼ばれ、平安時代には単独で使われていましたが、その後ミルは単体ではなく波や貝類などと共に描かれるようにもなり、それらの文様は総称して海部、海部文様、ミル文様などと呼ばれるようになりました。またミルは文学の世界においてもミルの掛け言葉として和歌に読まれてきました。遠くにいる恋しい人やなかなか会えない、ミルめ、会う機会などと掛け合わせられ、ミルを使って切ない恋心が表現されました。今回は古今和歌集の中から
ミルが掛け言葉として歌われている清原深藪の一首をご紹介します。三潮の流れ昼間を相がみ、見る目の裏に夜をこそ待て。道潮が引いていく昼間は会えないので涙ですが、見る目の裏に潮が寄せる夜を待って人目を忍んで裏から立ち寄ります。掛け言葉連発の上に海および時間にまつわる援護尽くしの大変作り込まれた圧巻の一首です。ミルが持つ深い文化的背景が分かったところで、今度はミル色がどのように日本人に愛されてきたのか、その歴史を紐解いていきましょう。ミル色が色名として定着したのは平安時代以降です。明治時代にオリーブが日本に入ってくるまで、この系統の色を表す色名が少なかったこともあり、ミル色の名は広く使われました。平安時代の貴族たちは衣の色の組み合わせに特別な美意識を持っていました。重ねの色目とは衣の表地と裏地、あるいは重ね着によって生まれる色の重なりを楽しむ日本独自の色彩文化です。絹の薄さを生かし、透ける色と重なる色が織りなす微妙なニュアンスを季節や行事、身分に応じて巧みに使い分けていました。そんな重ねの色目の中にミルの重ねも存在しました。海中に映えるミルの色を繊細に表現したもので、これは四季を通じて着用できる色目でした。その色は表、上着が萌木色、裏地が花田色の組み合わせであったという説をはじめ諸説あるようです。平安時代のような美しい色彩はもっぱら貴族や宮廷用であり、一般庶民には全く無縁だったとされています。以前一根染めという色をご紹介した動画内でもお話ししましたように、庶民は使用していい色彩に制限がありました。その後平安朝を滅ぼした鎌倉武士たちが質実剛健を重んじたことから、質素簡素な美が評価されるようになります。鎌倉時代から室町時代にかけての貴族の衰退、武士の台頭、禅の思想や末法思想の広まりの中で、いわゆる詫び、詫び、有限といった日本独特の深く哲学的な概念が醸成されてゆく中で、それらと親和性の高い枯れた渋みのある色を好む感性も生まれました。そのようなこともあり、ミル色は武士に非常に好まれた色であったとされています。江戸時代に入るとその色名はさらに広まり、その落ち着いた色合いから特に中高年向きの色として流行しました。ミル色は祝儀の折に着用するめでたい色とされていたといいます。またこの時代にミル色にはさらに多くのバリエーションが生まれました。ミル茶という茶色がかったミル色や青みがかったミル藍など多様なミル系の色が誕生し、人々に楽しまれました。日本の色彩の歴史においてミル色は主に男性に人気があった色であったとされています。現代においては宮内庁式部職学部が雅楽の演奏時に着用する装束がミル色の滴れです。このことから楽人、雅楽を演奏する人の装束の基本色はミル色とされています。もともとは公家の装束に倣った衣冠や狩衣などが使われていましたが、明治に入り宮内庁式部職学部が滴れを用いて以降、滴れの着用が多いそうです。ミル色と相性の良い配色を2つほどご紹介します。1つ目は若竹色です。少し専門的な言い方をしますと、どちらも黄緑の同一色相、そして明暗が対照的な対照トーンの組み合わせです。洋画家和田三蔵が編纂した配色辞典大正昭和の色彩ノートの中にもミル色を使った配色が紹介されています。そこに記載された CMYK 値をもとにヘックス値を算出し、一例をコンピューター画面上で再現してみました。動画内に記載のヘックス値はあくまでも参考値としてご覧ください。栗皮色、薄卵色、青磁色との組み合わせです。いかがでしたでしょうか。ミル色はその美しさだけでなく、名の由来となった階層ミルを通じて
日本の食文化、文学、芸術に深く根ざしてきた色です。鎌倉武士に愛され、室町時代の幽玄の精神とも共鳴し、江戸時代には人々の生活に彩りを加えました。今日私たちがよく目にするオリーブグリーンにもこのミル色の DNA が息づいているかもしれません。普段の生活の中でミル色やその由来となったミルの存在を感じてみてください。この動画が皆さんの日本文化への理解を深める一助となれば幸いです。このチャンネルでは今後も様々な日本の伝統食を取り上げていきます。もし気に入っていただけましたら、ぜひいいねボタンやチャンネル登録をお願いいたします。取り上げてほしい伝統食などがありましたら、ぜひお聞かせください。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。